こんにちは、岩根です。今回もアニメ業界で使われる用語を解説します。今回はこのシリーズ最後、ラ行の用語です。アニメ用語は業界共通で定義されたものがなく、各スタジオで慣習的に使われている用語も多いので、人によってはそれは違うということも起こりうることをご了承ください。このチャンネルでは、お絵描きやアニメ作りに役立つ情報を発信していきたいと思っています。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録をお願いします。また、絶対に使用するお約束はできませんし、使わせてもらっても何のお礼もできませんが、配信で使用可能なオリジナルキャラをお持ちの方は、Twitter の DM 経由でお貸しいただけると嬉しいです。ラッシュチェック。編集前の映像をチェックすることです。すべてがカットナンバー順に並んでいるオールラッシュなら前後のつながりも含めてチェックできます。しかし多くのスタッフが作業する関係もあってカットナンバー順に素材ができてくるわけではありません。そこでミスがあれば少しでも早く修正に回すために撮影が終わったカットから順次チェックするバララッシュで単純なミスを探して最後にオールラッシュという手順になります。ラフ原画、略してラフ原とも呼ばれます。以前解説した原画の下書きにあたります。ラフ原画と背景原図、撮影や動画への指示を書いたタイムシートを合わせたものが第一原画です。ランダム、激しい風の中でキャラクターの髪や服の裾など動画1枚ごとに無作為にフォルムを変えてほしい場合、髪の毛ランダムにというふうに原画に指示を書き込みます。質感やボリューム感を変えずに1枚ごとに違うフォルムを描くので動画マンのセンスと腕が試されます。力を込める演技で止まっている体に対してランダムブレという指示が入ることがあります。この場合は原画をきれいにトレスするのではなく1枚ごとにランダムにずれた感じでトレスします。リアクション、本来誰かのアクションに対して取る反応のことを指しますが、なぜか予備動作的な意味で使う人もある程度いる謎の言葉です。絵コンテに書かれていたり、作画打ち合わせでその言葉が出たら、文の前後関係から相手がどちらを求めているか考えましょう。リスマスク、ほとんど面積のない線で作られた透過光マスクのことです。主にスパークなどに使います。アナログ撮影のマスクは光らないところに黒い絵の具を塗るのが基本だったので、線一本を光らせるのは困難でした。それでも直線なら2枚重ねで刃を仕込んだカッターナイフで黒画用紙を切れば作れましたが、曲線には使えません。そこで考案されたのが、セルと同サイズのフィルムで動画を撮影し、そのネガフィルムをマスクとして使用することで、これをリスマスクと呼びました。この場合、動画のコントラストを高めるために鉛筆ではなくサインペンなどで動画を描くことが求められたので、消しゴムではなく修正液で修正しました。デジタル撮影では通常のマスクとリスマスクに手法的違いはありませんが、まだそれなりに使われる用語です。リップシンクロ。日本のアニメでは先に映像を作り、それに合わせて声を吹き込むのが一般的です。この場合、キャラクターの口の形とセリフはほとんど一致しません。しかし海外や一部の国内アニメでは先に収録したセリフに合わせて映像を作るので、セリフと完全に一致した口の形を描くことが可能になります。このセリフに合わせた口の形を描く手法をリップシンクロと呼びます。セリフ通りに口が動くので説得力は増すんですが、一コマ単位でのセリフ解析が必要なので手間がかかり、セリフ変更への対応も難しいのがネックです。リテイク、各チェック段階で不備のある素材を修正のために作業者に戻すことです。原画マンが絵コンテの意図を誤解していたり、演技の不備、あるいは単純に絵が下手だからなど様々な理由で行われます。以前はレイアウト作業者と原画作業者は基本的に同じ人でした。なのでレイアウト段階での軽微な不備はリテイクにせず、原画時こんな感じでよろしく的な指示だけで済ませることが多かったのですが、近年レイアウトと原画が別人というケースが増え、さらに時間的な制約でリテイクを出せないことも多いようです。
そこで修正にまつわる負担を誰が負うのかが問題になってきています。また新人はリテイク作業を通じてアニメの作り方、ルールを学んでいくのですが、リテイクが十分に出せない状況が続くと、その学習機会が奪われてしまいます。一方で作画監督や演出家は原画マンに対してリテイクを出す権利を持っているので、気に入らない原画マンに嫌がらせのようなリテイクを出すことも可能です。円滑な人間関係がないと仕事がスムーズに進められないのはどの職種でも同じです。動画に対するリテイクは演技の解釈というよりも絵が良くないという一点で出されることが多いです。育てるという意味では動画チェックが書き直しのための参考を入れて動画にリテイクを出すのが理想ですが、動画チェックがそのまま書き直して色塗りの工程に回すことも多いです。詳細は割愛しますが、完成して納品されるまでありとあらゆる工程にリテイクが入ることで、より安定した品質のアニメが公開されることになります。作画崩壊という言葉は好きではありませんが、そう言われる状況は十分なリテイクを出す時間がないことで起きている場合が多いのではないでしょうか。リピート、繰り返しの動きのことです。大きく分けると、煙のように一方向に送り続けるリピートと、振り子のように行ったり来たりするリピートがあります。行ったり来たりするリピートは、さらに行きと帰りで違う絵を入れるケースと、往復で同じ絵を使うケースがあります。同じ絵を使う場合を逆シートと呼びます。いずれのリピートも単調すぎるといかにも手抜きに見えてしまいますが、上手に使うことで生産性を高めることができます。昔のアニメでは同じ顔をした人が列をなして画面を走り抜けていくというようなアニメもあって、事情は分からなくても子供ながらに手抜きと感じていました。リューパン BG、 変身バンクや必殺技バンクなどで見られる流れるようなイメージの背景です。多くの場合高速で一方向に引き続けます。バンクによく用いられる理由は、特定の具体的な場所を表現していないので、前後がどんなシチュエーションであっても問題なくつながるということ。あとはパースなどを考えなくて良いので、激しいアクションシーンでもキャラクターと背景の整合性に気を使わなくて良いというのも利点です。一方具体性がないので実景ほどの説得力はありません。レイアウト、本来は画面におけるキャラクター配置を表す当たり的なものだったのではないかと思います。しかしそれが意味するものが徐々に変化して、現在はラフ原画、タイムシート、背景原図の3点をまとめてレイアウトまたは第一原画と呼ばれるようになってきています。レイヤー、デジタルイラストでは画像をセル画のように重ねて使うことができる機能を意味します。アニメでもセルやブックなどをレイヤーと表現する場合があります。アナログのアニメ用語とデジタル用語どちらも使われているのが現状です。レタス、アニメ業界でレタスというと野菜ではなく、セルシス社が販売していたアニメーション制作のためのソフト、レタススタジオのことです。スタイロス、トレースマン、ペイントマン、コアレタスという4つのソフトで構成されていますが、現在アニメ業界で広く使われているのはセル仕上げ用のペイントマンだけです。レタススタジオは開発終了していて、互換後継ソフトも存在しません。OS のバージョンアップに伴ってすでに Mac では使用不可になっていますし、 Windows でもいつまで動くか定かではないので先行き不透明な状態です。ローリング、歩きや空中でのホバリングなどの規則的な上下動を作画ではなくセルのスライドで表現することです。本質的にはスライドと同じ意味です。単純な上下ローリングのこともあれば、変化を持たせて8の字にローリングさせることもあります。テレビアニメでは歩きながら手の演技が入ったり、口パクがあるケースでこのローリングが使えると非常に演技の組み立てが楽になります。ロトスコープ、ライブアクションとも呼ばれます。実際の人間のアクションを撮影し、それをトレースして動きを作る技法のことです。メリットはとにかくリアルな動きを再現しやすいこと。
デメリットは撮影可能な演技やカメラワークに限定されること、極端に人間と違うバランスのキャラクターに置き換えるのは画力を要求されること、日本の原画と動画のシステムに組み込みづらいことが挙げられます。今や誰でもスマホで簡単に映像を撮影してトレースしてアニメを作れるようになりました。ロングショット、略してロングとも言います。画面の中に全身が入る位置よりも遠くにカメラがあるものの総称です。全体の位置関係や風景などの状況を説明するときに用いられる場合が多いです。アナログ放送時のテレビアニメではあまり使われませんでした。アナログテレビの解像度ではロングになると表情が見えなくなってしまうからです。解像度の制限がない劇場アニメではよく見られました。デジタルハイビジョンの現在は何の問題もありません。今回はラ行のアニメ用語を解説させていただきました。今後も新しいアニメ用語が生まれることでしょうし、現在存在する全ての用語を解説できたわけでもありませんが、何かのお役に立てたら幸いです。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。